今日は神奈川県横浜市の金沢文庫駅にやってきたのだ。京急本線が通っていて、横浜駅からは快速特急で約16分、品川駅からでも約38分ほどで来られるのだ。前回の動画、金沢八景駅の一つ横浜寄りのお隣さんですね。金沢八景が海と神社と浮世絵の町だったのに対して、金沢文庫は鎌倉時代の地の拠点として知られています。鎌倉時代に北条実時が和漢の書籍を集めて作った武家の文庫がそのまま駅名になってるのだ。日本最古の武家文庫とも言われてるのだ。京急線全72駅の中で利用者数7位、金沢区の主要駅なんですね。快速特急が止まるだけじゃなくて、車両の連結や切り離しも行われる京急の重要な運行拠点でもあるんですよ。今日はそんな金沢文庫の街をぐるっと歩いてみるのだ。時刻はお昼前。それでは早速東口エリアから散策スタートです。東口を出てすぐのところにあるのがすずらん通り商店街なのだ。戦後間もない1951年に30店足らずからスタートした商店街です。翌年には日本で3番目、横浜では初となる全外式アーケードが作られて、 NHK でも取材されるほど話題になったそうですよ。今はアーケードは撤去されてるけど、すずらん型の街灯が当時の名残として残ってるのだ。この商店街、なんだか雰囲気がすごくいいです。綺麗に整備されてるし、なんだか縁日が似合いそうな感じがする。実際以前までは縁日が開かれてたみたいなのだ。ちょっと最近の情報は見つからなかったのだ。下調べしている時は三本コーヒーショップ、それに市場食堂に興味を惹かれました。特に市場食堂は行列ができる人気店らしいのだ。今回は迷ったけど別のところでお食事予定です。歩いてて楽しい通りだけど、ちょっと短いのがもったいないのだ。この雰囲気をもっと長く味わいたいって思っちゃいます。さてと、商店街を出た後は正明寺を目指して歩くのだ。金沢文庫といえば正明寺というほどの目玉スポットですからね。商店街を出てからは住宅街を通っていくのだ。この辺りはどこにでもある普通の街って感じだね。この先に正明寺っていう有名なお寺さんがあるのは不思議に感じちゃいます。そしてちょうどお昼時なので、正明寺に行く前にランチにするのだ。先ほどの商店街にあった市場食堂と迷ってたお店だね。正明寺の手前にある洋食屋さん、キッチンさがらです。気取らない街の洋食堂っていう雰囲気がいい感じ。オムライスが人気みたいなのだ。店内に14時までって張り紙があったのだ。夜は食べられないのかな。お昼限定メニューなのかも。まだお昼少し前ということもあって先客は2人だけ。もちろんオムライスを注文なのだ。熱々ホクホクです。やけどしそうになるぐらい熱々なのだ。オムライス美味しい。しっかり味のついたケチャップライスに厚めの卵がちょうどいいバランスです。ハフハフしながら食べられるのが最高なのだ。王道というよりも今風の味付けと言えるかも。とっても美味しかったです。お腹も満たされたところで改めて正明寺を目指すのだ。キッチンさがらから出てまっすぐ道なりに行けばたどり着きます。もうすぐそこですね。赤い門が見えてきたのだ。お寺の最初の入り口にあたる正明寺の総門、通称赤門ですね。この鮮やかな朱塗りが赤門と呼ばれる由来になっていて、ここから先がお寺の神聖な敷地だという境界線の役割を果たしています。1771年に再建されたもので、ここが正明寺の入り口になります。赤門をくぐると参道がまっすぐ伸びてるのだ。ピンクのぼんぼりがぶら下がっていて、お祭りのようなムードがあって楽しくなるのだ。ちなみに Google マップで正明寺って検索すると、この赤門を通らないルートを案内される場合があります。正明寺赤門で検索して、ぜひこの門を通って正明寺に向かうのをおすすめします。参道を進んでいくと正面に仁王門が見えてきたのだ。この門は仁王像の迫力が特徴なのだ。門の左右には口を開けた阿行と口を結んだ雲行2体の巨大な仁王像が安置されています。筋肉ムキムキで今にも動き出しそうなド迫力なのだ。お寺の中に悪いものが入ってこないようにものすごい眼力で睨みを利かせているのだ。
さっきの赤門がお寺全体の入り口だったのに対して、この仁王門は極楽浄土を表現した浄土式庭園への入り口になります。ここから先が称名寺のメインの世界ってことなのだ。すごいのだ。晴天なのもあって朱色の反り橋と池の組み合わせがめちゃくちゃ綺麗なのだ。いろいろなお寺や神社を見てきましたが、その中でもここの美しさはとびっきりでした。目の前に広がるのが味ヶ池を中心とした浄土式庭園です。仁王門から反り橋を渡って中島へ、さらに平橋を渡って金堂へ至るという動線になっています。この景色を見れただけでも金沢文庫に来た甲斐があったのだ。称名寺は鎌倉時代に北条実時が建立した金沢北条氏の菩提寺で、1259年頃の創建と言われています。この庭園は1323年に描かれた称名寺絵図をもとに1987年に復元されたものなんです。国の史跡にも指定されています。歌川広重が描いた金沢八景の一つ称名の晩鐘もここの首楼なのだ。池の近くのベンチでは地元の方と思われるおばさまたちがのんびりとおしゃべりしていたね。地域の憩いの場にもなっているみたいです。こんなに素敵な場所がご近所にあるなんて本当に羨ましいのだ。称名寺の裏手に市民の森があるみたいなので行ってみるのだ。裏手に広がる公園みたいなものをイメージしてたんですが、これ完全に山登りなのだ。八角堂広場を目指して登っていきますが、なかなか急な石段です。しかも石段が下方向に斜めになってたり、一段が高すぎたりして結構大変。プチ登山してる気分なのだ。今日は晴天で涼しくって絶好の山登り日和なんだけど、それでも結構しんどいのだ。夏場は特に注意した方がいいと思うのだ。しんどい登りの先にようやく八角堂広場に到着しました。八角堂は思ってたよりちょっとかな。登山のしんどさの割に見返りがいまいちなのだ。ここからの眺めは悪くないんだけど、この登りはなかなかの覚悟がいるかも。案内板によるとここから右手に行くと北条実時のお墓があるみたいなのだ。金沢文庫の創設者のお墓なのだ。同じ道を戻るのもなんなので、お墓を経由して降りるルートを選びました。距離は登ってきた倍以上ありそうかな。それにこの道がなかなかワイルドなのだ。足元が不安定なところもあるから歩きやすい靴で来た方がいいのだ。同じような景色が続くのでざっくりカットして北条実時のお墓が見えてきました。北条実時は鎌倉幕府の2代執権北条義時の孫にあたる人物です。若い頃から引付衆や評定衆といった幕府の要職を歴任して、晩年には8代執権の北条時宗を補佐しました。政治家としても優秀だったけど学問好きとしても知られていて、和漢の書籍をコツコツ集めたのだ。その蔵書が後の金沢文庫になったのだ。1276年に53歳で亡くなっています。墓地の中央にある宝鏡院塔が実時のお墓と伝えられていて、左右の五輪塔は一族のお墓とされています。金沢文庫という地名のルーツになった人物のお墓がこんな山の中にひっそりとあるのだ。途中でリスにも会えました。リスだよね。遠目でよくわからないけど嬉しいサプライズだったのだ。そのまま山を降りていくと広場に出たのだ。ただここが結構広くて出口がわからなくてちょっと迷ったのだ。なんとか称名寺の横に出てこられました。称名寺は最初の庭園エリアだけでも十分すぎるほど見応えがあるのだ。山の方は本格的なハイキングコースなので、散策ついでに軽い気持ちで登ると驚くかもしれません。体力と時間に余裕がある時にチャレンジするのがおすすめです。感動スポットは反橋と味ヶ池のあたりに全部詰まってるのだ。称名寺の敷地からトンネルを通って直接神奈川県立金沢文庫に行けるのだ。もちろんお寺を通らない道路側からも行けるけど、このトンネルがまた雰囲気がいいんですよね。緑に囲まれたアーチ型の入り口がすごく絵になります。中に入ると壁に歌川広重の金沢八景の浮世絵プレートが埋め込まれてるのだ。短いトンネルなんだけど一枚一枚じっくり見たくなります。そしてここが神奈川県立金沢文庫なのだ。まさにこの博物館が金沢文庫駅の駅名の由来になってるのだ。鎌倉時代に北条実時が作った武家の文庫がルーツで、
今は鎌倉時代を中心とした歴史博物館として運営されています。明治30年に伊藤博文の尽力で再建された後、関東大震災の被害を経て昭和5年に県の施設として復興しました。現在の建物は平成2年に建てられたものです。ちょうど特別展「至高の宝蔵金沢北条氏の残した国宝」が始まったばかりだったのだ。正明寺の本尊開元750年を記念した展示で国宝や重要文化財がずらりと並んでたのだ。観覧料は特別展期間中で一般400円でした。思ったよりコンパクトな博物館だったけど、展示内容はさすがに見応えがあったのだ。金色の弥勒菩薩像もかっこよかったのだ。さっきお墓を見てきた北条実時が集めた蔵書がここに受け継がれてると思うと感慨深いですね。日本最古の武家文庫っていう響きはやっぱり強い。山登りした分をちょっぴり回収した気分になったのだ。博物館の中にはカフェ、ビューもあります。自家焙煎コーヒーが売りみたいですね。カフェスペースも結構コンパクトなのだ。展示をゆっくり見てたからか山登りの疲れもすっかり取れて今回はスルーしちゃったのだ。この後も結構歩くので寄っとけばよかったかなとちょっと後悔。金沢文庫を出て次は海の公園に向かうのだ。横浜市内で唯一の海水浴場がある公園です。約1キロにわたる砂浜が広がっています。金沢文庫から歩いて約10分ほど、ついに到着なのだ。森林とビーチのどちらも楽しめるし、バーベキュー場まであるんだね。すごく綺麗な公園なのだ。空が開けていて開放感があるし、ビーチも丁寧に整備されてるのだ。この砂浜、自然に見えるけど実は千葉県から運んだ砂で人工的に作られたものだそうです。もう潮干狩りをしている人たちがいるのだ。春先から無料で潮干狩りができるのも人気の理由みたいだね。3月中旬から9月中旬まで長く潮干狩りが楽しめるのもこの公園の特徴になっています。休憩所があるのでちょっと寄っていくのだ。ドリンクの自動販売機だけじゃなくアイスにコインロッカー、それにカップ麺まで自動販売機で売ってるのだ。こういうのを見ると海に遊びに来たんだって気分が高まるから不思議です。ビーチバレーをやってる人たちもいるのだ。ユニフォームっぽいのを着てるので学生の部活だったりするのかな。さらにこの公園には芝生の広場まであるのだ。こちらは渚広場、多目的広場でバスケットゴールも奥に見えますね。団体利用の場合はサッカーゴールなどの備品も貸し出ししているそうです。森林浴ができてビーチに芝生広場もあって最強すぎる公園なのだ。おまけに八景島シーパラダイスまですぐそこって場所だもんね。この辺に住んでる人が羨ましくなるのだ。ここすごく雰囲気がいい公園です。まるで歌川広重の描いた八景の絵の中を歩いてるような気分になります。正明寺の庭園もすごかったけどこっちの公園も負けないぐらいすごいのだ。こちらはシーサイドラインの八景島駅です。公園とほぼ直結と言っていい場所にあります。普通の駅なのになんだかエモく感じるのだ。公園の雰囲気がこちらにも影響してるよね。海と公園でいっぱい遊んだ、さあ帰ろうっていう気分になるから不思議。せっかくなので金沢八景大橋まで行ってみるのだ。金沢八景大橋は神奈川の橋100選に選ばれています。橋を渡ると八景島シーパラダイスです。今回はシーパラダイスで遊んだりはしませんが入り口だけチラ見していきましょう。橋には金沢八景のレリーフが飾られていたのだ。こういったレリーフをのんびり眺めながら歩くのもいいね。今日はかなり歩いたのだ。しかも予想もしてなかった山登りまであったのだ。市民の森っていうから正明寺の裏手にある森林公園みたいなのをイメージしてたからね。レトロな商店街から始まって鎌倉時代のお寺に博物館、最後は海まで一日たっぷり楽しめたのだ。正明寺と海の公園どちらも感動するほど雰囲気がいい場所でとっても満足です。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。
う